この間ちょっと血糖値さんと食事に行かせてもらって、その僕がよく行く牧草牛グラスフェッドビーフの日課ヨノって店に行ったんですけど、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったです。これ一応桜じゃないですけど、ありがとうございます。本当に美味しかった。よかったです、喜んでいただけて。僕基本的に牧草牛赤身肉食べると、こうデトックス効果もあって痩せやすくなるっていうふうに聞いてるんですけども、それは血糖値とか糖尿病の観点から見てどうなのかなってことをちょっと教えていただきたいです。OK です OK です。健康っていう観点でまず言っちゃうと、はい、一番体に悪いお肉って言われてるのが、加工肉って言われるものです。で、加工肉ってイメージつきますかね。絶対見たことあるはずなんですけど、一番パッと浮かぶベーコンとかソーセージとか。そう本当にそれで、売る側が割とその都合よくじゃないけども、できるだけ安くコストを下げて売るために出したお肉、その売れる、というよりこだわりはそんなにないというよりは、ある程度食べれて美味しければいいかなみたいな形で出されたお肉がそれであることが多いです。で、具体的にはおっしゃった通り、ソーセージだとか、ベーコンと言われるもので、簡単に言うといろいろな保存が効くように処置されたりだとか、あとは量産しやすくしたりだとか、やっぱり牛とか豚さんを育てるためにもコストかかるわけじゃないですか。で、それをできるだけ安全に育てるために抗生物質使ったりだとか、育ちやすくするために成長ホルモンを使ったりだとか、言ってみればその化学物質をいっぱい使ったようなお肉背景のもと作られた、加工されたお肉っていうそんなイメージですね。なるほど。あいつらがやっぱり脳梗塞とか、心筋梗塞だとか、糖尿病だとか高血圧だとか、こういった生活習慣病からの大病、これのリスクになるっていうことが昔からずっと言われてて、でそれはやっぱ現場でもすごい感じるんですよね。実際患者さん見てて、なんかちょっとやっぱり体動脈硬化してそうだなと思って食生活のことを詳しく聞いてみると、できるだけ安いお肉をいっぱい食べてますみたいな、そういうような回答をやっぱ受けることが多くて、だからやっぱりこういう形で前のお肉も確かに何もそういったものを使ってないっていう形で深井さんからこの間聞いた気がするんです。僕はその認識います。ですよね。抗生物質とかそういう化学物質みたいなのも全然使ってないっていうふうに、聞いてますので、だからそういう観点からまずいいお肉なんだろうなっていうのはすごい感じます。で、そこプラスやっぱ赤身肉だったじゃないですか。実際僕も前いただいた赤身肉で、やっぱり牛肉の時どうしても問題になるのが高カロリーになること、で高カロリーなものっていうのはやっぱ脂質が多いことが多いので、その成分結構少なかったなと思ったんですけど、実際やっぱどうなんですかね。少ないんですかね。少ないと思う。それはもうめちゃくちゃ少ないです。真っ赤っかでしたしね。なのでそういう観点から糖尿病としても全然赤身肉っていうのは僕としては OK なんですよね。で、反対派の意見もあるんですけども、その赤身肉に関しては、なんですけど、お肉って言ってもピンからキリまでいろんなものがあると思うので、その中でこだわって選ぶっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思います。ピンからキリまでって、例えばなんか霜降りとかサーロインとかあるじゃないですか。それぞれメリットデメリットがあるみたいな。そうです。サーロインとか霜降りってやっぱ油分がとにかく増えて、それで美味しいってところあるじゃないですか。うまいですね。僕霜降りとかサーロイン結構持たれるようになってきたんで、あんまりいっぱい食べれなくなってきてるんですけど、なのでやっぱり脂質が高いものっていうのは美味しいし、できたら食べたいと思うんですけど、やっぱお体にいいかっていうと、やっぱり微妙なところですよね。そこは言えないかな。赤身肉はありかなとかなり個人的には思ってるんですけど、霜降りいっぱい食べてコントロール悪い人っていうのは現場でも多いですね。なるほど。赤身ってなんかダイエットみたいなつながるんですかね。プロテインの代わりになっていくんじゃないですかね。やっぱりイメージとしては、赤身肉って脂質できるだけ少ないし、もちろんフィレだとか、ランプって言われるようなマシだったりとかイチボって言われるようなものって脂身比較的少なめの部分にはなってると思うんで、運動した後とか筋力トレーニングした後とか、それこそストレッチした後とかに、美味しいタンパク質でかつ質のいいタンパク質ってもらって筋肉に変えて基礎代謝を上げて活動代謝を上げて痩せるっていう理論はかなり正しいものなんじゃないかなと思います。よかったです。よかった。一応結構アメブロで紹介したりしてるので、それが確かにちょっとお肉痩せるっていうのは常識から考えると若干言いにくい部分はあると思うんですけど、もちろん取った分のカロリーでは太っちゃうんですけども、最終的に運動とかと合わせて基礎代謝を上げて、でその基礎代謝分でどんどん痩せていくっていうのは、僕としてはすごい話は理にかなっているというか、説明可能なんじゃないかなと。よかったです。じゃあ遠慮なく家でもお店でもたくさん食べます。いいと思いますよ。本当にあれ美味しかったし、次の日もたれなかったですからね、やっぱ赤身肉だと。ありがとうございます。この日課ヨナのグラスフェッドビーフ牧草牛の、赤身肉紹介しているアメブロ、この概要欄に一応貼っておきますので、ぜひ興味あればご覧ください。